ご視聴ありがとうございます。ケイケイです。今回は丸いバラと縦長のバラについて説明していきます。最後までお楽しみください。バラを描くときに私なりに気をつけていることです。バラの中心は円の半分のところまでに描きます。そして開いている花びらは4分の1のところを目安に描いていきます。これはもちろん厳密なものではなくて大体の目安です。その時の筆の動きで変わってきます。トリプルローディングについて説明します。これは私なりのやり方です。まずハイライトになる色とベースになる色を取りなじませます。そしてシェードになる色を取りさらになじませます。色の出方が弱い場合は足りない色をさらに筆につけてなじませます。良いグラデーションができているかどうか紙の上で試してみましょう。ハイライトの色が弱いようなのでもう一度絵の具をつけてなじませます。こちらの方が綺麗にグラデーションができたように思います。では実際に描いていきましょう。まず始まりの位置と終わりの位置をだいたい決め描いていきます。色が薄くグラデーションもうまく出ていないようなのでもう一度トリプルロードし直します。筆にしっかり絵の具が入っていることが大事です。ここからは筆に絵の具をつけている場面はカットしながら動画を進めていきます。外側の花びらと同じように内側の花びらも最初とゴールを決めて描いていきます。この時外側の花びらの切れ目が重ならないように筆の途切れるところを少しずらして描いていきます。最後の内側の花びらも同じように描いていきます。だいたい一山か二山ぐらいで山形に描いていきます。中央が白く残るといけないので塗り足しました。内側の花びらを閉じていきます。始まりと終わりを意識して結んでいきます。その外側は筆を1回離して変化を持たせました。次は違う場所で筆を離して重ならないようにしています。外に開いている花びらはだいたい4分の1のラインを目安に描いていきます。円を描くようにバラのカップになっているところを潰さないようにストロークしていきます。最後は外側の花びらとつなげてストロークしていきます。今描いたバラの描き方を鉛筆で表すとこのようになります。外側の花びら、内側は
筆の切れ目が一緒にならないようにずらして描いています。内側の花びらから閉じていきます。2段目と3段目は筆の離した場所が重ならないように。そして下からストロークをしていきました。今のを一枚一枚筆で描いていくとこのようになります。2段目の花びらは実際はもっと長いです。仕上げとしてサイドロードでハイライトを足していきます。明るくしたいところにサイドロードをしていきましょう。花びらが翻ったようにすることもできます。縦長のバラのバランスについて私なりに気をつけていることを説明します。バラの花の中心は縦の長さの半分ぐらいを目安にしています。外側の花びらは4分の1より下のあたりを目安に描いています。これも大体の目安であって筆の動きによって変わってきます。では描いていきましょう。ここからは丸いバラと気をつける点も同じなのでテロップで解説していきます。